見ていきましょう。あ、もう完璧ですね。美味しい。美味しい。どうも、料理のさんです。はい、ということで今回はコラボ動画でございます。今回はですね、なんとこちらのコラボでございます。はい、佐藤金星でございます。はい、佐藤食品さんですね。これいつも見るタイプじゃないですか。で、今回はこれ使いません。何を使うかっていうと、佐藤の切り餅はこういうタイプあるんですよ。1本。僕はね、ほとんどこう佐藤の切り餅こっちしか買わないんですけども、こういうタイプがあるのこれ初めて知ってですね、出してみるとこれぐらい長いお餅なんですね。でもちろん僕も普通の切り餅で半分に切って使ったりもするんですけども、こっちの方が長いんですよ。なんですごく、ユニークな、使い方ができるんですね。今回これをちょっとどうやったらうまくいただけるかなと思いまして、悪魔の一本餅っていうのをねやっていきたいですね。これがそのまま食べられるし、おつまみにしてもいいし、最高に美味しい食べ方なんですよ。なのでこれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料なんですけども、こちら、まず豚バラ肉ですね。大体4枚ぐらいあればいいです。チーズ、とろけるチーズ、普通のスライスチーズでもいいんですけども、このスライスチーズが大体2枚ぐらい。で、大葉、ね、8枚分使います、これ。一番重要なのがこの砂糖の切り餅1本ですね。4本使います。はい、今回は。じゃあ以上の材料でやっていきます。ということで、砂糖の切り餅この1本を使うのでね、今回はね1本ね、私も筋を通していった方がねいいと思いますので、今回はこちらを1本飲んで1本筋を通してやっていきたいと思います。例のマシン、炭酸注いで、ということで粒子の1本ができましたので1本飲んでいきたいと思います。構え、僕に1本筋が通ったところでやっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずね、切り餅1本全部剥いていきます。形状が今まであんまりなかった気がする。長いからこれね持ちやすいんですよね。これねパッケージにも書いてあるんですけども、あんこにつけたりとか、これ絶対うまいハムチーズ巻きやすいってことなんですよこれね。ここに、巻きつけていきたいんですねこれね。だいたいこう、まずこうですよね。チーズはね大葉とすごく相性がいいんで、僕はね入れた方がいいと思います。これだけだとちょっとチーズ少ないかなと思うんで、ね、細く切っていきます。次大葉、せっかくなんでもう2枚使いでいきたいなっていう、こんな感じね。でチーズ、はいはい、のせて、これがねめちゃくちゃうまいと思う。これがね、で大葉とチーズのフレーバーってすっごい合うんですよね。でここに、はい、大葉とチーズと餅ですよ。もう絶対うまいでしょこれ。はい、100うまいです。こんな感じね、置いて、はい、こんな感じで。そしたら今度はこれ豚バラ、こいつ巻きつけていく。大葉の部分から巻きつけていった方がいいです。こんな感じでね、こう巻きつけていくんですね。チーズが隠れる感じでやってください。これがね、こう長さがいいんですよ。これちょうど豚バラが1枚巻き終わる長さなんですよ。このでこんな感じ。ほらもううまそう、もううまいでしょこれ。このも結構楽しいんだよこれね。でこうやって、大葉をね巻き込みながらね巻いていく。ほらうまそう、もううまい。こんな感じで巻き終わりました。そしたら、味付けいきます。軽くでいいので、塩コショウを、振ってください。もうなんかこう全体的に軽くでいいです。軽く塩振って、で薄力粉で、薄力粉を、振るとお肉がカリッといきますし、中の、お餅とのコントラストが、ね、食感のコントラストが生まれます。肉が剥がれにくくなるっていう効果もありますから、薄力粉はね、ちょっとまんべんなく振ってあげた方が、僕はいいと思います。
こんな感じじゃあね、軽くね油引いてください。軽くでいいです。はい、焦げ付きが嫌なんでね。はい、温めは中火で、私ね筋を1本通していきます。はい、そうしましたら温まったフライパンにお餅を入れていきます。悪魔の棒ですよねこれね。これは罪深き棒で、これお肉が巻かれてるんで、お肉から最初に、火が通っちゃうんですよ。なんでこれね、このまま焼いていくんですけども、蓋しながら焼いた方がいいです。でこう全面を焼いていく感じですね。で薄力粉が入ってるんで結構パリッとします。火加減はね、弱めの中火でいいです。弱火と中火の間ぐらいでじっくり焼いていった方がいいです。でどんどんね転がしながらもうこれうまいでしょこれ見た目が。お餅料理とかってね、割と皆さん作んないかもしれないですけど、実はねお米の方が皆さん食べるじゃないですか。でもお餅ってお米とほぼほぼ同じ成分で、お米って焼いても食べられないです。だから割と僕は日本の誇る簡易食材というか、言い方あれですけど日本の誇る僕はファーストフードみたいな感じだと思ってるんですね。焼くだけで食べられるので、僕はもっともっと皆さんお餅食べた方がいいねなっていうふうに思ってます。調理楽だもん。全面を焼きます。ちょっとね、チーズがちょっとね間からこぼれてくるんですけども、そのこぼれたチーズもまた焼けてちょっと焦げて香ばしさ出してくれると、これがうまい。お餅に熱が入ってとろけていくまでこれでね弱い火で、全面焼けたらもう弱火でいいです。中まで火を通すためにこうやってフライパンに蓋をして、蒸しながら焼いていくことで、お餅により早く火が通ります。はい、そしてこの火が通ったチーズと大葉の焼けた香りで1本筋を通します。うまい。はい、じゃあ焼き加減見ていきましょう。あ、もう完璧ですね。押していただいてふにょっとね真ん中のお餅が柔らかくなったなと思ったらもうこれ OK ですのでね、お皿乗っけちゃう。いいですね。たまんねえなこれ。そしてここには豚バラの脂がちょっと溜まってるんで、これはねちょっと切りましょうか。あんまり脂っこくしたバラなんで。ソースを作っていきます。お砂糖小さじ半分、少し甘めにします。お醤油大さじ1杯、オイスターソース小さじ1杯、みりん大さじ1杯、うまみ調味料です。1234、沸かしてください。そうすると最高に美味しいこれステーキソースになりますので、このタレとともに食べるこの餅がうまいんですよ。で沸かしましょう。これ、ね、ちょっと煮詰めた方がね、お餅と絡みますんで、ちょっと煮詰めてください。とろみがついたらここにかけていく。美味しい。美味しい。どうもすいません。もう少しねこの七味を足してあげると大人味になりますから。はい、うまそうこれ。でちょっと大葉がね2枚ほど余ってたんで、ここら辺にね、こちらで佐藤切り餅1本を使った悪魔の棒完成できました。食べていただきます。たっぷりタレを塗っていただきます。これやばいだろこれ。めちゃくちゃうまい。酒にも合うなこれ。砂糖の切り餅のこの弾力もそうなんですけど、薄力粉を豚バラにかけてからパリッとじっくり焼いていることね、この豚バラとお餅の外はカリッとして中はもちっとしたコントラストがすごく完成されてるんですよ。そこに抜けてくるチーズと大葉の香りがめちゃくちゃいいですね。ちゃんと今回タレも作ってあるんで、このタレやばいっすよ。お餅と豚バラに絡むことによって最高にうまい。大葉必須ですね。大葉の爽やかな香りがあるからこそ全ての食材が生きてるって感じです。タバスコをかけます。絶対甘い。全体がすっごい甘辛なんですけども、タバスコの酸味が加わるとこれはうまいね。さあチャンス1個です。いきます。もううまそうっすもんね。じゃあいただきます。出会った瞬間うまいですね。
餅が柔らかいのに豚バラをパリッと焼いてるのがまたいいですね。食感のコントラストが大事なんですよ、うんこれそのまま薄力をまぶさないで焼くとパリッと感出ない、パリッとさせつつも肉自体はジューシーなんだよね。この長さがちょうどいい感じのボリュームっすよね。そうこの長さがいいすごく。これはなんか巻いて焼くだけだからオールシーズンいけるんだよね。全然これおつまみで欲しいっすね。ということでこちらの悪魔の餅肉巻きぜひ皆さん食べてみてください。